夏のボーナスが入った瞬間に、使い道をあれこれ決めていませんか？旅行に行こうか、古くなった家電を買い替えようか、それとも新NISAの枠を埋めるために投資に回そうか。まとまったお金が入ると少し気持ちが大きくなるのは自然なことです。ただ、50代のボーナスは若い頃のご褒美とは少し意味が変わってきます。楽しみに使うお金でもあり、将来に回すお金でもあり、生活を守るお金でもあります。ここで順番を決めずに使い始めると、後から何に使ったのかわからなくなることがあります。しかも、旅行も家電もNISAも、どれも間違いではないからこそ迷います。今回は、夏のボーナスをどう分けるか、旅行、家電、NISAの前に決めたい、4つの箱について整理します。この順番を決めておくと、ボーナスが入った後の判断も楽になります。お金を使うたびに、これは無駄だったのではないかと悩まなくて済みます。最初から使う場所を決めているから、安心して判断できるようになります。お金と自由の航路へようこそ。船長です。最初に結論です。ボーナスは全部使うためのお金でもありません。全部投資するためのお金でもありません。そして全部我慢するためのお金でもありません。大切なのは入った瞬間に使い道を決めることではなく、先に役割を決めることです。生活を守るお金、年内に必要なお金、家族や自分が楽しむお金、将来へ回すお金。この4つの箱に分けて考えるだけで、ボーナスの使い道はかなり整理しやすくなります。この動画は、旅行に行くなという話ではありません。家電を買うなという話でもありません。NISAに入れるなという話でもありません。むしろ、どれも大切です。ただし、全部を同じ優先順位で考えると、家計がぶれやすくなります。例えば、ボーナスが入った直後は余裕があるように見えます。でも、数ヶ月後には税金、保険料、車検、医療費、家電の故障などが重なることもあります。その時に手元資金が薄いと、せっかく積み立てた投資信託を売ることになるかもしれません。あるいは、カード払いでなんとなく穴埋めして、次の月に苦しくなるかもしれません。だから、ボーナスは金額の大きさよりも、順番が大事です。ここで一度、ボーナスが消えやすい典型的な流れを見ておきます。最初は、少しだけ使うつもりだった。でも、旅行の予約をして、家電を見に行って、外食も少し増える。そこへカード払いの引き落としが重なる。気づいた時には、まとまって入ったはずのボーナスが、ほとんど残っていない。こういうことは、特別に浪費家だから起きるわけではありません。ボーナスに役割を与えないまま、生活費の口座に混ぜてしまうと起きやすくなります。だから私は、ボーナスを受け取ったら、まず口座の数字を見るのではなく、このお金は何のためのものかを先に分けることが大切だと思っています。私自身のボーナスについては、基本的には先に貯蓄や投資に回す分を取り分けていました。感覚としては、最低でも半分、5割くらいは将来のお金に回していたと思います。それ以上回すこともありました。投資に回す場合も、個別株や流行りの商品に勢いで入れるというより、広く分散されたインデックス投資信託を中心に、長く持つ前提で積み上げる感覚でした。ただ、だからといって投資という感じだったわけではありません。抑えるところは抑える。その上で残ったお金は、家族イベントに使う。妻に少し渡す。自分のお小遣いにする。欲しかったものを買う。そういう使い方も大事にしていました。使わなかったら、そのまま持っておいてもいい。後から追加で投資に回してもいい。先に将来のお金を分けているからこそ、残ったお金は罪悪感じなく使える。家族も自分も楽しめるお金として、安心して使える。この感覚は、50代のボーナスの使い方としてかなり大事だと思っています。ただし、ここで注意したいことがあります。これは、生活費や固定費が足りている場合の話です。毎月の生活費が足りない。固定費の支払いに不安がある。年内に大きな支払いが見えている。こういう場合は、
投資よりも先に家計の土台を整えることが優先になります。ここを飛ばしてボーナスを先に投資へ回すと苦しくなります。投資は続けられる状態を作ってから行うものです。生活が不安定な状態で投資額だけ増やしても途中で売ることになれば意味が薄くなります。だから今回の動画ではNISAが良いか悪いかではなく、どの順番で考えるかに絞って話します。また50代のボーナスで難しいのは正解が一つではないことです。若い頃なら欲しいものを買って終わりでもよかったかもしれません。でも50代になると家族の予定、自分の健康、親のこと、老後資金が同時に見えてきます。だから今年は投資を優先する年かもしれません。今年は現金を厚くする年かもしれません。あるいは家族との時間を優先する年かもしれません。大切なのは周りの正解に合わせることではなく、自分の家計に合った順番を決めることです。ではここから4つの箱を順番に見ていきます。1つ目は生活を守る箱です。いわゆる生活防衛資金です。ここは今回かなり強めに言いたいところです。生活防衛資金については人によって必要な金額は変わります。ただ私自身の感覚では数ヶ月分だけだと少し心もとないと感じます。最低でも半年分、できれば1年分以上の生活費を手元資金として意識しておきたいところです。もちろんこれは全員に同じ金額を押し付ける話ではありません。家族構成、住宅ローン、教育費、健康状態、働き方によって必要な現金の厚みは変わります。人によっては1年分でも不安かもしれません。状況によっては2年分くらいやってもいいと感じる人もいると思います。それでも少なくとも半年分は意識しておきたい。これが今の私の実感です。日本では突然解雇されるケースはアメリカほど多くないかもしれません。それでも病気で働けなくなることはあります。退職や転職の空白期間で収入が途切れることもあります。会社員ではなくなった瞬間に見え方が変わる支払いもあります。健康保険、年金、住民税、国民健康保険料。給料から天引きされていた時には見えにくかったお金が自分で払う立場になると重く感じます。毎月の給料が入っている時はなんとなく払えていたものでも、収入が止まった状態で見ると一気に波のように押し寄せてくる感覚があります。だからこそ生活防衛資金はただ余っている現金ではありません。人生の変化に耐えるための家計の防波堤です。ボーナスが入った時にこの箱が薄いと感じるなら、旅行や家電やNISAより先にまずここを厚くする。これは50代の家計にとってとても大事な考え方です。2つ目は年内に必要なお金の箱です。これはすぐに楽しくなるお金ではありません。でも後からかなり効いてきます。例えば車検、固定資産税、自動車税、保険料、医療費、子どもの教育費や親のサポートが必要になることもあるかもしれません。エアコンや冷蔵庫のように突然壊れると困る家電もあります。これらは突然現れるように見えて、実はある程度予想できるものも多いです。年末までに出ていくお金を先に書き出しておく。そしてボーナスから別枠で避けておく。これをしておくと後から生活費が苦しくなるリスクをかなり減らせます。ボーナスが入るとつい今すぐ使いたいものに目が向きます。でも50代の家計では数ヶ月後に出ていくお金も同じくらい大切です。今の楽しみだけでなく、これから確実に来る支払いにも場所を用意しておく。これが2つ目の箱です。そしてここで大事なのは完璧な予測をしようとしないことです。1円単位で正確に計算できなくてもいいです。ざっくりでも見えている支払いを先に置いておく。それだけでボーナスがただ消える感覚はかなり減ります。3つ目は家族や自分が楽しむ箱です。ここを削りすぎるとボーナスの意味がなくなってしまいます。この動画は節約だけを押し付ける動画ではありません。旅行に行くなという話でもありません。家電を買い替えるなという話でもありません。
自分へのご褒美を全部やめましょうという話でもありません。むしろ抑えるところを抑えた後なら楽しむお金は大切にしていいと思っています。家族で旅行に行く、美味しいものを食べる、妻に少し渡す、自分の欲しかったものを買う、こういうお金は人生の満足度を高めてくれます。50代になると時間の価値も少しずつ変わってきます。家族で過ごせる時間、自分の体力があるうちに楽しめる経験、そういうものにも価値があります。だからボーナスを全部将来のためだけに閉じ込める必要はありません。ただし大切なのは先に上限を決めておくことです。なんとなく使うのではなく、ここまでなら使っていいと決める。そうすると使う時の罪悪感がかなり減ります。使っていいお金として分けているから安心して使える。使わなかったらそのまま持っておいてもいい。後から追加で投資に回してもいい。この余白があるとボーナスは我慢の対象ではなくなります。家族も自分も楽しみながら将来も壊さないお金になります。そして4つ目が将来へ回す箱です。ここで初めてNISAや投資を考えます。NISAは上手に使えば長期の資産形成に役立つ制度です。運用益が非課税になるという大きなメリットもあります。ただしNISAが良い制度だからといって何よりも先に全額入れればいいわけではありません。生活防衛資金が薄い、年内の支払いが見えていない、来月以降の生活費に不安がある、こういう状態で大きく投資に回すと後で取り崩す可能性が出てきます。投資で大切なのは長く続けることです。そのためには途中で売らなくて済む家計の土台が必要です。だからNISAや投資は悪くありません。むしろ家計の土台が整っている人にとってはとても大事な選択肢です。私自身も将来へ回すお金を先に取り分ける感覚は大切にしてきました。ただその前提には生活を守るお金や決まっている支払いを見ておくことがあります。守るお金を確認する、決まっている支払いを分ける、楽しむお金も予算化する、その上で残ったお金を将来へ回す。この流れなら投資にも気持ちの余裕が生まれます。ここでよくある勘違いを3つだけ整理します。1つ目はボーナスは全部残さないといけないという考え方です。これは少し苦しくなります。守るお金を確保した上で楽しみに使うお金もあっていいです。2つ目はボーナスは全部投資した方が正解という考え方です。投資は大切ですが現金がないまま投資を増やすと家計が不安定になります。3つ目は残ったら貯めればいいという考え方です。残ったら貯める方式だと残らないことが多いです。だからこそ先に分ける、先に役割を決める、これが今回の一番大事なポイントです。では実際にボーナスが入ったら何をすればいいのか。まずボーナスの手取り見込み額を書き出します。次に生活防衛資金が半年から1年分以上あるかを確認します。足りないと感じるなら最初にそこへ回します。次に年内に決まっている支払いを書き出します。税金、保険料、車検、医療費、教育費、家電の買い替えなどです。その上で家族イベントや自分の楽しみに使う金額を決めます。最後に残ったお金をNISAや投資に回すかを考えます。この順番なら使うことも投資することもどちらも無理なく考えられます。ボーナスは全部使うためのお金でもありません。全部投資するためのお金でもありません。そして全部我慢するためのお金でもありません。50代のボーナスは人生後半の家計を整えるための大切な舵です。生活を守る、決まった支払いに備える、家族も自分も楽しむ、将来へ回す、この4つの箱に分けて考えるだけでボーナスはかなり扱いやすくなります。お金の使い方に正解は一つではありません。でも順番を決めることはできます。自分の家計の状況を見て抑えるところは抑える、その上で楽しむお金は堂々と楽しむ、将来へ回すお金は無理なく長く続ける、このバランスを取れると夏のボーナスは不安の種ではなく
安心につながるお金になります。今日できることは一つです。ボーナスが入る前に4つの箱を書き出してみてください。生活を守る箱、年内に必要なお金の箱、家族や自分が楽しむ箱、将来へ回す箱。この4つに金額を仮置きするだけでも使い道の迷いはかなり減ります。夏のボーナスをなんとなく消えるお金にしない。自分の家計の舵を握るためのお金にしていきましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。